皆さんこんにちは。私たちはハイエースで日本一周している夫婦です。青森県といえば、そうリンゴです。グルメ大好きな私たちですが、今回はアップルパイが有名な青森県弘前市で私たちなりに厳選したアップルパイのお店を7店舗ご紹介していきます。食べた感想だけでなく、それぞれの店舗でアップルパイの価格や駐車場についても詳しくご紹介しています。最後まで見て皆さんの気になるお店をチェックしてみてください。それでは早速どうぞ。こちらは周りにリンゴ畑がある場所にあります。それでは早速食べ比べしたいと思います。はい。1軒目はこちら。メイリンゴパティスリーさんです。はい。最初に立ち寄ったお店で、早速ですが、2つも買ってしまいました。こちらのお店は富士を使ったリンゴと紅玉というリンゴを使ったアップルパイが売っていたので、2つ購入してしまいました。こちらの特徴としては、青森県産小麦を使用したバター風味豊かなパイ生地、リンゴの程よい甘さとシャキシャキとした食感を引き立て、たっぷり使用したバターとの相性がいい。農園の手かごのリンゴを思わせる形にもリンゴへの愛情を感じる穏やかな自然派アップルパイということです。はい。では、藤からいただきます。こっちは酸味もあって、みずみずしい感じのリンゴです。パイ生地がすごいサクサクで、食感がしっかりあって甘みの強いリンゴかな。パイがうまい。すごいパイくる。全然違う。紅玉、かなり酸味が強い。このパイ生地も結構分厚くて、食べ応えがある。かなり分厚いね。お店はアップルパイもあったし、他のちょっとしたケーキなものもショーケースに入っていて。リンゴのドライフルーツとか、ジュースとかもあって、リンゴ畑の中にポツンとあるお店なんですけど、ちょっと離れのお店です。この周辺には可愛い建物のオブジェがいくつも立ってます。カフェの建物の後ろ側にこういった記念館のオブジェがあるみたいです。続いてのお店はサロンドカフェアンジュのリンゴパイです。はい。美しい網目のパイ生地はバター 100% で、しっとりとサクサクどちらの食感も楽しめる。さっぱりとした甘みが広がる弘前生まれのリンゴ。リコガを使い、レーズンやナッツ類がアクセントの個性あふれる味わいにということです。ここしか買わなかったんだけど、ちょっと小ぶりなアップルパイです。値段の割には小さめで、素材が、レーズンが入ってます。もうすでにシナモンの香りが少しする。リンゴ一番甘いぞ、今のところ。で、このナッツの食感がパリパリして美味しくて。アップルパイなんだけど、おしゃれな洋菓子っていうか、ケーキみたいな感じかな。そうだね。レーズンとほんとナッツがいいアクセントだね。パイの上のところがキャラメリゼされてて、これキャラメリーゼか。ツヤとパリッとしてる感じがまた、このアーモンドの相性がバッチリです。かなり食感が良くて甘い。リンゴが甘かった。これは1個ずつ食べてもいいぐらいの量。こちらのお店は駐車場がなくて、自分が買いに行ってきたんですけども、建物自体すごく西洋風で、見学ができる建造物の中の1階にある店でした。駐車場使われる方は観光駐車場が30分100円から近くにありますので、そちらの駐車場に停めるというような感じです。続いてのお店はフレッシュベーカリーポポロというお店です。パン屋さんですね。こちらは片手で食べやすいスリムなコロネ型。サクサク生地の中には酸味の効いたリンゴとお店自慢のクリーミーなカスタードが入っていて、もう一つと食べたくなる優しい甘さ、キャンディー包みの可愛いラッピングに心弾む一品ということです。これは私がどうしても食べたかった
アップルパイです。このコロネ型っていうのはここでしかガイドブックには載ってなかったので、ぜひ食べてみたいなと思って買いました。安いから1個ずつ買いました。俺はこの状態で食べてみたいと思いいただます。きます。うまっ。かなり酸味が強いけど、リンゴ自体は周りのカスタードの甘さを、この酸味がちょうどよくバランスをとってくれてるような感じ。ちょっとリンゴジャムみたいな感じにしてあって、角切りにされたようなちっちゃなリンゴがコロコロと詰まってて、その中間にカスタードが詰まってるっていうような感じで、冷やして食べるのがすごく美味しい。端っこから行くと、リンゴ、カスタード、リンゴみたいな感じで作ってある。飽きずに食べられるし、このパイが脂っこくなくてすごく軽い。美味しい。これだったら手間汚さずに食べられるし。ここちらのお店はすごいちっちゃめのお店なんですけど、パンも少しだけ他に売っていて、パンも100円台がほとんどだったかな。小さな可愛いパン屋さんでした。駐車場も5台か6台ぐらい止められるように、うん。お店の横についておりました。弘前城の近くやったな。うん。こちらのお店はル・ブルジョンというお店です。リーフ模様の焼き目が美しいアップルパイはパリパリ&サクサクの生地。自家製のリンゴコンポートは丁寧に煮詰めた奥深い味わい。旨味と酸味が程よく幅広い世代に人気がありそう。フランスで伝統菓子を学んだパティシエが作る上品な一品ということです。では、いただきます。見た目も可愛い。また違うぞ、ここは。まず最初の食感がすごいパリパリ。パリっていく。結構パイ生地が薄めで、中のこのリンゴがいっぱい入ってる。こう、すりつぶしたリンゴがペースト状みたいな感じで入ってるよね。丸ごととかではなくて。で、酸味はほぼない。甘い。どちらかというと。酸味がこれまでと違って全然ないぐらい。そうだね。これも軽いっちゃ軽いな。リーフパイを食べた時のパリ感がこの生地にあって、それで包まれた甘さの強いリンゴペーストっていう感じですかね。また全然違うな。パイの感じも全然どこも違う。こちらのお店もちょっと小さめな店構えで、駐車場が1台しか止めるところがないところでした。お店の中自体もちょっと小さいな感じなんですけど、ケーキ、カヌレとかも人気商品で出てたりとか、焼き菓子もたくさん売ってあって、何より店員さんの雰囲気がすごく可愛らしい方が出てこられてて、その方がとても私的には印象的でした。ジェラートもめっちゃ美味しそうでした。ああ、ジェラートもあったね。こちら弘前駅の中にありますラグノモアプリというお店のリンゴパイです。リンゴスティックですね、これは。ラグノーチェーン店で販売しているパティシエのリンゴスティックは大きめにカットされた青森県産のリンゴのシロップ漬けとスポンジ生地をパイで包んでいる。リンゴのシャキシャキ感としっとりパイが特徴のアップルパイ。ラグノアプリ店では時間に余裕があれば焼きたてを味わうことができるということで、どうぞ食べてください。いただきます。まだほんのりあったかいでしょうかね。焼きたてではないんだろうけど、あそこで保温されてたおかげもあって、ちょっとほんのりあったかいです。シナモンが入ってますね、これは。入ってる。ちょっと春巻きみたいな感じ。周りが、こう、ちょっと薄めのパリパリな感じで、中がそのスポンジが入ってることによってふわっとしてる感じです。じゃあ揚げ春巻きっていう認識でよろしいですか？食感は。ケーキの食感かな、どちらかというと。その、雰囲気ね。中がね、こんな感じで、こう、ここに。詰まってるんだ。スポンジ生地が、パウンドケーキみたいな感じかな。二つ合わせて。で、周りにパリパリのパイで包まれてるというような食感です。こちらはシナモンが効きすぎじゃなくてほんのりで、こちらも美味しいです。
弘前駅の隣にありますアプリーズという店舗の中の1階にあるお店でした。他にもリンゴの商品がたくさんあったり、お土産も買えるようなお店です。駐車場はこの通り駅前のパーキングに停めます。30分無料で入れますので、こちらに停めております。はい。この大きめにカットされていることで少しリンゴの食感も味わえて、柔らかめのパイ生地で美味しいです。続きまして、ブリック A ファクトリーのアップルパイです。仕上げのシロップに弘前吉野町シードルを使用する自家製アップルパイ。爽やかな甘みのリンゴとバター風味豊かなサクサク生地が見事にマッチ。シードルとのペアリングも良さそう。みずみずしい丸ごとのリンゴを食べているような幸せ感が味わえるということです。いただきます。いただきます。思ったよりもリンゴが柔らかい。ペースト状に近いような柔らかさのリンゴ。柔らかく煮てあって、最初食べた時はこう甘いかなって思うんだけど、よく味わったら酸味もしっかり感じられるような感じです。端の方のパイ生地が結構分厚くて、パンに近いようなパイ生地、リンゴパイって感じがするな。ああ、パン屋さんとかに売ってるデニッシュパンみたいなってことね。相当柔らかいな、リンゴ。リンゴのみずみずしさがたくさん入ってる感じ。リンゴじゃなくて、ほんと柔らかく煮てある分、水分が出てるっていうイメージでしょうか。こちらのお店も駅の中にあるお店ですが、中でもイートインスペースというか食べられるスペースがあるようで、勉強している人たちも結構いたかなと思います。学生さんの勉強スペースになってたね。結構お土産店の中の額にリンゴパイが少しだけ売ってるっていうようなイメージでした。はい。こちら最後です。グランメルシーというアップルパイです。これが一番見た目インパクトあるかな。サクサクのパイに特製リンゴジャムとスライスしたその時期に美味しいリンゴをトッピング。ツヤ感たっぷりに仕上げた外観は見た目にも美味しいパイ底を香ばしくキャラメリゼしてあり、カリカリ感もまた楽しめるということです。おー、ほんとだね。ビタビタだ。これ食べるの難しそう。うわ。結構ずっしりしてる。でかいね。1個なのに。いただきます。いただきます。一番レストランとかのデザートに出てきそうなアップルパイです。本当にこのパイ自体がキャラメリゼされてるから、カリカリして結構甘めなパイ生地です。そうだね。リンゴの酸味が今あることによって、この甘さがなんとかバランスのいいと言いますか。普通リンゴをこう甘く煮詰めるっていう感じなんですけど、食感が結構リンゴのシャキシャキっとした感じが薄いのにすごくわかるようなリンゴになってます。すごいスライスしたリンゴがいっぱい重ねられてる。これは一番リンゴの風味が感じられるかも。もうリンゴだっていうリンゴの味がわかる。食べ応えも抜群。半分なのにすごいずっしりだね。1個食べたらもうお腹いっぱいってなる感じのやつ。こちらのお店は今回行った中でもトップレベルに品揃えがすごかったです。ケーキの種類がすごかった。むしろアップルパイはすごい控えめなところに置いてあって、ケーキの種類、マカロン、あと焼き菓子、バームクーヘンとかもだし、パンも売ってあったね。すごく店員さんが多くて、男性のスタッフさんがすごい大きな声で元気な演奏されてて雰囲気がいいなって思いました。シックな感じ、おしゃれな感じで。スタイリッシュって、ちょっと入りづらいかもって思ったけど、中もすごくおしゃれな感じでした。今回のアップルパイ食べ比べ、これにて終了です。はい。今回は1日で7店舗回ってきました。はい。
二人で話し合ったんですが、私たちが食べてきた中で一番好きだな、自分たちの好みだったなって思ったアップルパイは、夢りんごパティスリーさんです。まさかの一番最初に言ったお店が出てきましたけども、理由としては一番リンゴ感を味わえるっていうところと、パイ生地とリンゴのバランスがすごく取れていたなと思いました。こちらのお店は富士リンゴだけじゃなくて紅玉のリンゴパイも売ってあったので、両方買って食べ比べすることもできたし、紅玉のリンゴの酸っぱさも味わえたのがすごく良かったなって思いました。このリンゴの形をした状態でゴロって入ってるアップルパイが自分たち的には好きだったので、こちらのお店を選ばせていただきました。駐車場も広かったりとか、青森っていうような景色をリンゴ畑が広がってて楽しめるなっていうところの総合的な点から1位に選ばせていただきました。あくまでこれは好みですので、ペうんースト状のリンゴパイがいいなっていう人とか、しっかり食感を味わいたいな。あとはパイの生地とかでもきっと薄めがいいとか、このカリッとしてもっとずっしりとか、本当に好みだなっていう風に思いました。それ以外にも気に入ったお店としては、フレッシュベーカリーポポロさんのコロネ型になったアップルパイ。サロンドカフェアンジュのナッツとかレーズンが入った小さめのアップルパイだったり、グランメルシーという見た目もインパクトあるアップルパイ、それぞれ自分たち的にはその辺がお気に入りだったなと思います。もうちょっと行きたいお店もあったんですけど、残念ながら天休日だったりとか、リンゴが季節じゃないっていうこともあって食べられないお店もあったんですけど、正直本当一日では行ききれないほどのアップルパイが弘前市にはありますので、ぜひ弘前市まで来られた際はこちらのアップルパイガイドマップっていうのを使いながら回ってみると説明もたくさん書いてますし、楽しく回れるかなと思います。最後にリンゴの豆知識ですが、リンゴは袋掛けをしていないものはその季節しか食べられない。袋掛けしているものは年間を通して販売できるというような豆知識です。これアルバイトして聞いたことですけども、はい。青森のリンゴだけではなくアップルパイも食べてみてください。今回ご紹介した中で食べてみたいと思ったアップルパイがあればコメントをどしどしお待ちしております。それでは今回の動画はここまでです。私の動画が少しでもいいなと思った方はチャンネル登録と高評価よよろしろしくおくお願いしま願いします。す。今回も最後までご視聴いただきありがとうございましありがとうございましたた。寺田夫婦でした。バイバーイ。それ見ながらミスグリしたくなってるんじゃないでしょうね。この辺を撮りたいね。触ったらダメだこよ。の辺を撮ってあげて大きくしてあげたい。この間農業のアルバイト、ミスグリのアルバイトをしてきたところで、こんな風に赤ちゃんはなってるんだろう。ここいっぱいなってる。大きい。もうだいぶ大きくなってるね。ねえ、送ってあげないと。ねうん。え、娘さんにね。リンゴ暴走族や。全然怖そうじゃない。赤。ちゃんと開くカゴになる。マウントいわきも恥ずかしがり屋さんです。恥ずかしいよね。全然顔を出してくれません。ここ最近来てるけど。青森来てからまだ一回も見れてない。自分たちがめっちゃハマったアニメ。むしろ今もハマってるアニメ。次のシーズンが早くじゃないか楽しみなんだ。リゼロ、レムちゃん、目を覚ましてくれ。かわいい。かわいいね。すごい種類だね。覚えきれない。検定試験あってもいいと思う。私リンゴ。ソムリエがあってもいいかもしれない。ああ、それあってリもいいぐらい。ンゴ、はい。リンゴの単価、お願いします。